構日本で見つからないようなものを、買っていただけるようなお店作りたいなと思ってしたんですね。今日は、ブランドジュリエのストーリーを大公開っていうことで、内面的な内側の話を聞いてみたいなと思って。はい。で、全然大丈夫です。はい。もうそもそもの話なんですけど、ブランドジュリエがどのようにして誕生したか。いや、それは誕生したかというか、この今の店舗ではなくて、前の店舗がちょっと小さなお店だった。そこは何年ぐらいされて？そこでね、12年ぐらい。ちょっとね、この資料見たら出てくると思うんですけど、何年に引っ越したかとか覚えてたが、多分ね、2015年とか6年ぐらいに引っ越ししたのかなと思うんですけど、もともとね、あれなんです。もう一人でね、で、日本でちょっと買えないようなインテリアのね、こうなんかデコレーションのものとか、やっぱりとか、ヨーロッパ行ってた可愛いのがあるんですよ。で、そういうのをね、なんか紹介したいなと思って、それで自分でこう届いた商品をね、こう検品して値付けして、それで直接お客様とお話しして、それで買っていただくというような感じで考えてたんですけど、やっぱりなんかそれでは完結しないというかね、なんか飾りだけ置いててもね、もともと雑貨品、そう。で、私ね、そんな上手じゃないんですけど、お料理も好きで、器っていうか食器も大好き。だから、やっぱり食器さしようと思って。メインはね。それでデコレーション、テーブルの上のデコレーションとか、ちょっと棚の上の、デコレーションとか、壁にかけるものとかね。そういう、日本で見つからないようなものを、買っていただけるようなお店作りたいなと思ってしたんですね。逆語ブランドジュリエ言葉なんですけど、付けられた経緯っていうのをちょっと聞きたいなと思って、イメージから入ったんですね。で、やっぱりこうなんか爽やかなのがいいなと思って、で、洗いざらしとか、それから使って良くなるものとか、そういうようなイメージがあったので、なので7月の青空にこうお洗濯物がバーってこうたなびいてためいてるとかね、向こうの洗濯物って干すとき、日本だったらこう竿じゃない、だけどこう紐みたいなのにピッピッピッとこう挟んでよくあるでしょあんな感じでそういうふうに挟んだらこうやっぱ風がパラパラっとこう風でたなびいてる。なんか白のリネンの布がね、それで、そういうイメージをこう皆さんに、受け取ってもらえたら嬉しいなと思って、で、ブランドジュリエって7月の白という意味なんですね。ロゴのあれも、ね、手書きのロゴ、珍しいなと思うんですけど、ブランドジュリエのね、あれも何かこれは下の娘が学校に行ってた時にカリグラフィーっていうのをやってる子がいて、それで本当はねもっとなんていうかプロの人にお願いしたらもっと完璧なものができたのかわかんないけど、彼女すっごい可愛い子だったんですよ。それで私も大好きで、何度か会っててね、でじゃあ彼女に頼んでって言って、でこのブランドジュリエの書いてもらったんですけどね、で何種類か書いてもらったんですけど、これって言って決めて、そうです。このトンボは娘が書きました後から、トンボとそれから蜂は天国に行ける虫っていうふうに言われていて、こうバーってこう飛んでいくでしょ、上の方。それですごいトンボってほら赤ちゃんのものとかにもよく使われるんですよね。でそれつけます。お箱だったりピンクで使われている、ブランドカラーはどうしてこの色にされた？ブランドカラーめっちゃ悩んだんですけどね、フランスって言ったらやっぱりブルーグレー、ね、イメージがあるからなんですけどね、やっぱりねこのリラ色なんですけど、この色はやっぱり女性の色かなと思って、それでちょっとね一番難しい色かなと思うんですよ。どっちかにこう赤みが多いと結構セクシーになりすぎるし、でこうグレー行くほどこうなんかちょっと微妙な色になってね、それでこの色を出すのもものすごい
試行錯誤したんですけど、でもこのリラ色と、それとこのグレーの組み合わせにしたいなと思って、で、おリボンはグレーにしてるんですね。感じですかね。まあ、ちょっとこう、ブルーグレーって言ったら、本当ものすごい悩んだんですけど、これってなんか永遠になんか飽きない色。ピンクにもつながるしね、絶対好きな色やから、嫌いな人いないから。ちょっとお写真がこれお見せしたいなと思ったんですけど、昔すぎてそうですよね。なので、もしテレビでご覧の方がいらっしゃったら、ちょっとわかんないかも。ぼやけて見えるかもしれなくて申し訳ないんですが、これは、以前使われてた方がこの内装で使ってたんですか？ここはグラマラスさんっていう、森田康光さんってね、大地真央さんのご主人さん、設計士さんというか、インテリア内装される方で、もともと淡路島の方でね、ここに事務所があったんですよ。だからこのお店、地下の天井高が4メーター50ぐらいあって、それで1階は、ここは1階の入ったところが見えてるんですけど、これ奥はちょっと低くなってるんですけど、この天井高5メーター50あるんですね。だから下からの吹き抜けだったら10メーター以上あるんですよ。これはやっぱり森田さんのこだわりで、上がマンションになってるんですけどね、建てられた時に相当お金かけられて作られたのかなっていう感じで、これを素敵だなと思って見てたんですよ。前のお店から歩いて2、3分のところなんで、まさかここはね賃貸で出るとかって思ってなかったから、不動産さんにね、少しもうちょっと大きめのところに行きたいのでっていうことでお願いしてたんですね。そしたらなんか空いてるよってなって。でなんか私パリにいたんですよその時ね。で向こうで買い付けしてたんですけどね、これどうしようと思って家具とかいっぱい買っちゃってそれで前のお店ねの横にこう駐車場があるんですよ。車今1台ちょっと大きめの車が入るぐらいの駐車場なんですけど、そこ最初お客様用駐車場で使ってたんですけど、もうどんどん家具がね、あれだからなんか飲みの市みたいにその駐車場の中に家具積み上げて、それでとにかくそれでまた注文しちゃったとかって言ってでこれこの商品入ってくるまでに店変わらないと無理ってなって早く探してとかって言ってもそのメールでやり取りしてたんですけど。で会いたよとかって言って来てメッセージ入ってきて、でもすぐ借りますみたいな感じで、すごいタイミングと、でなんかあれなんですよ。森田さんはなんかやっぱり本当当時も今もそうなんですけど、ってこうすごい人気がね、あったんで、東京に拠点を移すっていうことで、だからこういう作りのところも借りるところも少ないし、どうかなっていうふうに思われてたそうなんですけど、即借りました。でこのシャンデリアが、彼のイメージとしてすごくシンプルで、奥行きのある空間の中にシャンデリアがバーってついてる。でモダンな空間の中にこのシャンデリアが10何台ありましたかね。でそれはすいませんけど撮りました。そう面白い空間だったんですけどね。どれぐらい改装するのに日にちかかったんですか？でもやっぱり2、3ヶ月かかってたんですよ。ウィンドウ作ったんで、ウィンドウ全然なかったから。ウィンドウ作って、それで、ちょっと地下が、今階段降りて見ていただいてるスペースの本当は倍ぐらいあるんですよ。で、それを仕切って、ストックにしてるんで。で、これが、あれですか、扉の。そうですね。これ、そうだ、ドアのね。このデザインもこれにしたいって。そうです。その具体的にデザイン側は書いてないんですけど、トップのところで実力で、それで下をぐにゅっとしてください。ぐにゅっとして。で、このあれですよね。階段ですね。これはでも改装した時はもう金なかったんでできなかったんですよ。最初はついてなかったんですか？でこれはなので1年後ぐらいにつけたかなと思うんです。もうでこっちのその階段の手すりがないから、いろいろカゴとかなんか置いてね、お客様が落ちないように
してたんですけど、そしたらもうやっぱり怖いって、やっぱり手すりないと怖いから、で右側の壁にね手すりをこう住宅でも棒のような感じであるじゃないですか、そういうのにしようかなと思ったんですけど、まあでも作っちゃえと思って、作りました。これめっちゃ高かったんですよ。アスティエさんはこの頃はアスティエさんはね、いや取り扱ってたんですよ。1階のところの今事務スペースにしてるところで、棚みたいなの作ってたんですね、その棚に置いてました。でどうしてアスティエさんの棚をいやね、地下へ階段こう降りた時に、窓っぽい感じで、そのカーテンが見えてるし、あんまりなんかこうはってならないじゃないですか。はってなるっておかしいけど、で一番光が当たらなくて、一番奥まではないけど、地下のスペースなんで、少しこうちょっとこれね4メーター50ぐらいあるから、あれなんですけど、やっぱり鬱陶しい感じってあるんですよね。でそれをなんかこう何があるんだろう、早く下に行きたいみたいな感じでな場所にしたいなと思って、この今こうカーテンがたくさんかかってるこのスペースに、アスティエさんに、お願いして設計してもらいました。で、このアスティエさんのフランスの方はお白なんですか？なんでまたこれ白じゃなくゴールドにしよう。いやなんかね、黄色ってすごいやっぱテンション上がるし、それからなんか元気になる色かなと思うんですよ。で私黄色っていう色自体をなんていうかな、そんな大好きとかじゃないけど、そんな風にこうちょっとこう地下スペースでこうなんかよどんでしまう場所かなと思ったんで、こうパッてこう華やかにしたい。それでマスタードかゴールドにしようかなと思って、それでどっちがいいかしらって言ったら、ゴールドいいんじゃないって、言ってもらったんで、ゴールドにしました。白とかあとねブルーも考えたんです。ブルーの壁ね、他のところでも使ってるブルーグリーンの壁あると思うんですけど、そういうのも考えたんですけど、白はいつでも白にできるしね。アスティエさんの店舗はどこも全部白なんですか？そんなことないです。普通にアンティークっぽい茶色い感じでやってるところもあるし、でもゴールドはないから、反対にそのアスティエさんで使ってない色もいいなと思って。でこれは実際に見に来られたんですか？そうなんですよ。その時のね、よくだったねこんな写真。この一番右にいらっしゃるのがブナーさんで、で真ん中の背の高い方がイヴァンさん、でこの後、左私が真ん中にいて、あと2人女性がいらっしゃるんですけど、この一番左は千尋さんっておっしゃって、日本人の方で、しかも関西でね、の方で、この方はデザインされてる人、デザインっていうか、だからアスティエさんがこんなふうにわーって A 型描くでしょう、それを実際の形にしていくみたいな感じの仕事らしいんですね。だから結構なんか重要なお仕事されてて、これはだからお店ができて、ここ引っ越して、半年ぐらいして来てくださったのかな、だと思います。一番最初のこのブランドジュリエさんの扱ってらしたテイストというか、プロバンス風というか、ちょっとなんかこう田舎風、白家具でね、だったのが、最近こうパリミックスというか、モダンな感じにやって、この辺のこう経緯というか、基本っていうのは変わってないんですけどね、家具とかインテリアっていうのも大きくね、やっぱりこう波があって、こうその時のファッションのあれで変わっていくんですけど、こういうのが全盛期だったっていうのもあるし、それからやっぱりね、お店自体がもう何もないんですよ。もうシンプルでね、ここのお店もそうですけど、で私日本のその、住宅っていうのはそんな変わってないでしょ。マンションの内装ってそんな変わってないですよ、割とシンプルで何もない感じ、マンションもそうですし、戸建て住宅でもいいほどこだわって何々風っていう風に作ってない限り、割とシンプルで白の感じで、そういう時にやっぱ少しねこれもだからミックスなんですよ。なのでなんていうんですかね、ちょっと猫足だったり
とか、白家具だったりとかでもねこれちょっとクラシックな感じに見えるんですけど、はい、これねベージュフロールのタイル引いたら全然今そのままいけます。なんでその基本は変わってないんですよ。ただそのなんていうか、何かお部屋を素敵にしたいなと思う時に、お客様ともこうお話しして時々言うんですけど、やっぱり可愛い家具買うことじゃないんですよね。やっぱ壁もだし床もだし、それからでそこに何を置いてどういうふうに合わせていくかっていうのがインテリアの基本かなっていうふうに思うので、はい。でも、ちょっと傾向としてやっぱりこう白の感じが多かったかもわかんないですね。なんていうんですかね、これねパッと見たらこう白じゃなくなったっていうのと、それとなんていうんですかね、なんか言われてみると、そんなにテイスト自体はそんな変わってないんですけどね。かっこいい系なんですけど決してモダンではないんですよ。そのベージュフロールの、タイルもそうだしね。でこういうのはこう猫足の、ああいうこうちょっとこうクラシックな要素とは違うんですけど、言えば少しエスニックが入ってるかとは思う。大変なこともあるんですけど、でもそれ以上にこうやってこう「あよかった」とか、それからでもねお商売してて、買ってもらってありがとうって言われたら、それ以上のことないんですよね。なんかそれがそうそうそう、幸せだなって思います。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。For